はい、皆様こんにちは。法華経の話第82回です。今回は妙正言の本事本第27についてお話をしていきます。この章は妙正言王という王様が主人公の章かというと少し違いまして、この妙正言王の家族を通して法華経が語られるという珍しい内容になるんですね。今回は内容が盛りだくさんですので、前置きをやめまして早速本題に入りたいと思います。まず冒頭、釈尊は聴衆に対して次のように語り始めます。はるか昔に雲巌音宿王家地仏という仏様がいらっしゃった。そしてかの仏の法の中に王あり、妙正言と名付く。その王の部人の名を上徳という。二子あり、一を上蔵と名付け、二を上元と名付く。かの仏ですね、雲巌音宿王家地仏の仏の在世中に妙正言と称する王様がいたと。夫人の名前、奥様ですね、は上徳といい、二人の子供がいた。一人は上蔵といい、もう一人は上元といったとあるんですね。この妙正言の二人の息子である上蔵と上元は非常に優れた神通力や福徳、知恵があり、長い間悟りを得るための菩薩の修行を行じていたと。こう釈尊は仰せになります。である時、この雲巌音宿王家地仏は、この妙正言王を導こうと思い、また多くの衆生に対して法華経を説かれます。この説法の噂を聞いた上蔵と上元は、お母様の上徳夫人のところに行って合唱して次のように申し上げます。願わくは母、雲巌音宿王家地仏のところにお受けしたまえ。お願いします、お母様、母上。雲巌音宿王家地仏のところへお出かけください。先ほどの二人の息子は上徳夫人にこの仏様のところに行って法華経の説法を聴聞してくださいとお願いするんですね。すると上徳夫人は次のように答えます。汝の父は外道を信受して深くバラモンの方に弱せりと。汝たちはまさに赴いて父に申して組みして共に晒しむべしと。あなたの父親は外道を深く信じていてバラモンの教えにすっかり執着している。あなたたちは父のもとに行き、その間違いを申し上げて外道の教えから離れさせて差し上げなさいと。こう上徳夫人は二人の息子に告げるわけですね。妙正言王は外道の教え、バラモンの教えですね。その教えにすっかり執着をしてしまっている。そこで二人の息子に父親を説得しなさいと上徳夫人は言うんです。すると二人の息子は次のように上徳夫人に言います。自分たちは仏の子である。それなのに間違った見解の家に生まれてしまいましたと。上蔵と上元は仏教の修行者ですから、自分を仏の子であると思っています。自分を仏の子であると思っています。一方、妙正言王ですね。妙正言王は外道の教えを信じてるんですね。ちなみにこの外道は今の日本語では大変に良くない言葉とされますが、ここでは単純に他の道という意味で仏教以外の教えのことを指すことになります。で、この父である妙正言王は仏教以外の教えを信じている。そんな家に自分たちは生まれてしまいましたと母親に申し上げるんですね。すると母親は、あなたたちが本当に父のことを心配するのであれば、不思議な神通力の姿を表しなさい。もしも父がそれを見たならば、心は必ず清浄になることでしょう。そして私たちが仏のもとに参ることを許されるでしょうと答えるんですね。はい、一旦ここまでを振り返ります。はるか昔に雲巌音宿王家地仏という仏様がいらっしゃいました。その時代に妙正言王と上徳夫人という夫妻、そして二人の子供である上蔵と上元がいました。上蔵と上元は仏教徒ですね。上徳夫人も二人の息子ほどではないにしろ仏教に帰依していたんでしょう。ところが妙正言王は仏教以外の教え、外道を信奉しています。そして上徳夫人が
自由に仏の説法を聞きに行けないところを見ると、頑固親父かどうかは分かりませんが、非常に頑ななところがあったのかもしれません。そこに雲来音宿王家仏が法華経の説法を始めるという、そのことを二人の息子は聞きつけるわけですね。ぜひ母親に法華経の説法を聞くように勧めます。しかし母親は自分だけではダメだと、妙正言王を説得しなさいと言うんですね。しかし彼女は自分では説得にはいきません。この母親は子供たちに父親を説得してと言うんですね。なんだかこういうことがあるといろいろと想像してしまうのですが、淨徳夫人が妙正言王に説法を聞きに行きましょうって言うと、さらに頑なになってしまうような関係性だったんでしょうか。いや、むしろ子供たちの成長のチャンスと思ったのかもしれません。子供たちは長い時間、菩薩の修行を長らく行じていたとありました。父親の言うことをただ聞くだけでなくて、自分たちがこれが素晴らしいと思うものを得たのであれば、それを父親に示しなさい。今までの修行の成果を見せなさい。きっと父親はあなたたちの成長を喜んで、あなたたちの言うことを受け入れてくれるでしょう。そういう思いが淨徳夫人にはあったのかもしれません。そこで二人は今までの修行の成果である神通力を父親の前で見せます。下手な言葉よりも子供たちが立派に成長した姿に妙正言王は心を動かされるんですね。その時、父は子供たちの神通力が素晴らしい様を見て、心から大いに喜んで、今まで一度も経験したことのない思いを得て合唱し、何たちの師はこれ誰か、誰の弟子か。そなたたちの師匠は一体どなたか、そなたたちは誰の弟子なのかと。こう、父は子供たちに問うんですね。すると上蔵上玄の二人は次のように答えます。大王、かの雲来王宿王家仏は、今七宝菩提樹の下の宝座にいまして座したまえり、一切世間の天人種の中において広く法華経を説きたもう。これが我らの師なり、我はこの弟子なりと。大王よ、妙正言王ですね。妙正言王よ、かの雲来王宿王家仏は今、金銀等の七宝で飾られた菩提樹下の説法の座にお座りになり、すべての世間の天外や人外の人々に広く法華経をお説きになられています。この仏こそ私たちの師です。私たちはその弟子なのですと、こう妙正言王に申し上げるんですね。これを聞いた妙正言王は子供たちの思いを受け入れて、私はそなたたちの師である仏にお会いしたいと思う。共に行くべし、一緒に参ろうと言うんですね。この父の言葉を聞いた子供たちは、母親のもとにやってきて次のように申し上げます。父である王は今すでに信じて理解し、この上なき悟りを求める心を起こすことができました。私たちは父のためにすでに仏の仕事を成し終えました。どうかお願いします。お母様よ、私たちがかの仏のもとにおいて出家し、仏道を修行することをお許しくださいと。こう申し上げるんですね。二人はお坊さんになりたいと母親に願い出ます。さらに二人は重ねて母親に自分たちの思いを伝えるんですね。仏と仏の説法に出会うことは大変に難しい。どれだけ難しいかというと、うどん花のごとく仏に会いたて祀ることはまたこれよりもかたし、3000年に一度しか咲かないうどん下を見るよりも仏に愛申し上げることはなお難しいことですと、こう言うんですね。これがうどん下の例えです。うどん下はクワ科のイチジク属の一種や他の植物のことを言ったりするようなんですね。このうどん下はとても花が小型で外から見えないために、咲いた時は吉随、喜ばしい随草であるということとされまして、経典には3000年に一度咲き、咲いた時には天輪女王が出現するとこう伝えられています。ここから仏様にありがたいことや、一般にも極めて稀なことの例えとして、このうどん下の例えが用いられるようになりました。この二人の言葉を聞いた母親は、あなたたちの出家を許しましょう。なぜかといえば、仏に愛申し上げることは、
ともかく難しいことなのですからと、この母親の方も告げるんですね。これを聞いて醸造上限はとても喜んで、さらに両親に、王様と夫人、両親に申し上げるんですね。あなたたちもこれから仏のもとに参って説法を聞きましょうと。なぜなら仏に会うことは大変に難しいのです。それは先ほどのうどん下の花を見るように、また一元の亀が武木の甲に会えるがごとしと。また一元の亀が海中に浮かぶ仙断の木の穴に合うことのように極めて難しいことなんだとこう申し上げるんですね。で、これも有名な一元の亀の例えになります。この一元の亀、この亀は深い深い海の底におりました。で、この亀は眼が一つで足が四本とも不自由だったんですね。さらにお腹がとても熱く、甲羅は氷のように冷たいのでした。この亀はいつも思っておりました。この熱いお腹を不思議な力を持つ仙断の木の穴に入れて冷やし、凍えるように冷たい甲羅を天日に当てて温めたいんだと。ところがこの亀は千年に一度しか海面に上がることができませんでした。千年に一度、また大海原で仙断の流木に巡り合うことがどれほど難しいことか。ということに仏様に巡り合うこと、仏様の説法に巡り合うことの難しさを例えているんですね。出会いというのは不思議だなというふうに思います。私たちの人生には良い出会いもあれば、残念ながら悪い出会いもあります。悪い出会いも最終的には教訓として受け止めていくしかないんですが、それでもなかなか良い出会いに巡り合うことは難しいんですね。ですから良い出会いがあった時には何事にも代え難い喜び、思いがあります。仏様に出会うことも同じなんですね。出会いたいと思っても出会えるものではないわけです。仏様の教えを信じていたとしても、なかなか仏様に巡り合うことは難しい。また仏教では人間として生まれてくることも稀なんだとこう説かれます。人として生まれる、もしかしたら動物たちや草木たちも仏様の言葉をそのままに理解できるこの人間たちを羨ましく思っているかもしれませんね。もしかしたら人によってはとても困難な状況にあって生まれてきたことを恨んでしまうようなことを、そういったことを思うかもしれませんが、しかしそれも生まれ出てきたからこそできることですね。そうやって人として愛がたき仏様、また仏様の教えに巡り合えたとしたらどうでしょうか。私たちは時々大事なことを忘れてしまうようなことがあって、すべて投げ出してしまいたいような思いに駆られることがあります。生きていることの価値を忘れて、生きていることを放棄してしまうことがあるんですね。しかし先ほども述べましたが、どんなことも生きていればこそです。そしてもしその人生の中で仏説に巡り合うことができたとしたら、こんなにありがたいことはないんだと。醸造上限の二人の息子が求めて歩みを進めたように、せっかく人として生まれてきたのであるから、その仏様の教えに巡り合う機会があるのであれば、そんな大事なことを見失わないようにしなければならない。醸造上限の二人の息子のその気持ちですね。お父様とかお父様やお母様に伝えた仏様の教えを一緒に聞きに行きましょうと、その思いは、こういったそのありがたき仏様に出会える、その機会を失ってはいけないという、そういう思いであったのではないかなと思います。さて、二人の息子に説得された妙正言王は、多くの付き従う人たちと一緒に、そして家族一緒に雲来音宿王化仏のもとに行きます。そして仏様の前に出て、妙正言王と淨徳夫人は、自らが身につけていた高価な装身具を外してお供えをします。妙正言王たちは仏様に深く帰依するんですね。その姿を見て、雲来王宿王化仏は、妙正言王が未来において、シャラジュ王という仏様になると寿期を与える。成仏を約束してくれるんですね。その仏様の言葉を聞いた妙正言王は、すぐさま王の位を弟に譲り、夫人や二人の子供、また多くの従者を従えて出家し修行を始めます。妙正言王はなんと、
8万4千年という長い期間修行をして悟りを得るんです。そして妙正権王は仏様に申し上げます。私の2人の子供は神通力で変化を示すことによって私のよこしまな心を正し、仏様の教えに導いてくれました。この2子はこれ我が全知識なりと。この2人の子はまさしく私の良き友人であり指導者である。過去世に積み重ねた善根を思い起こさせ、私に利益を与えようと願って、こうして私の家に生まれてきてくれたのですと、こう仏様に申し上げるんですね。仏様は妙正権王のこの言葉を聞いて次のように答えます。大王よ、心して知りなさい。全知識に出会うことは誠に素晴らしい巡り合わせである。多くの生きる者たちを仏道に導き、仏を見させ、この上なき悟りの心を起こさせるからだと。これは以前からも示されてきたことですが、全知識に巡り合うことの大事さが改めてここでも説かれています。妙正権王は自分の子供を全知識であると受け止めたんですね。自分の立場にこだわらず、自分たちの子供を自分を導いてくれるその存在であると捉えた、その妙正権王の気づきというのは、これは悟りの一つだというふうに思います。子供たちと触れ合うと、その純粋な姿に教えられることがたくさんあります。何か教えてあげようと思って向かい合っていると、こちらが思っている以上の答えを返してくれることがあったりするんですね。以前にお寺にお参りされたお子さんに、ご本尊様の真ん中には何て書いてあるのと聞かれたことがあります。南無妙法蓮華経と書いてあるんだよと答えると、なんで南無妙法蓮華経って書いてあるのと聞き返されました。これは重大な質問だと思いまして、どう答えようかなと考えていると、そのお子さんの方から、わかった。南無妙法蓮華経と唱えなさいっていうことだね。南無妙法蓮華経と唱えなさいって教えてくれてるんだね。と答えてくれました。あまりにもわかりやすくて、大人ではできない答えだなと思いまして、そうだね。本当にそうだねと、その時は会話を終えました。改めて思い返しても、本当にこれが直接的で、しかし一番大事なところを言ってくれてるんだないかなと思う、そういう答えだなと今でも思うんですね。大人は自分の経験や価値観で生きていて、そこから子どもたちに教えることができることももちろん多くあると思います。一方で、その子どもたちから学べることも、また教えてもらえることもたくさんあるはずなんですね。大人だからとか、親だからと頑なになってしまうと、ただの意固地になって、大切なことを学ぶ機会を失ってしまうかもしれません。私も年をとっても、妙正権王のように子どもたちの言葉に耳を傾け、その振る舞いに学んでいくような、そういったあり方でいたいなというふうに思います。意固地な頑固親父にはなりたくないですね。さて、ここまで釈尊は妙正権王の故事を示してきまして、この妙正権王は今の化徳菩薩であり、淨徳夫人は今の高正正言僧菩薩であると。すごい名前ですね。光照らすかのように荘厳な姿をした菩薩ですね。そして浄蔵は薬王菩薩であり、上元は薬上菩薩であることを示されます。そしてこの法華経を行じた薬王菩薩、薬上菩薩の2人の名前を知る者は、それだけで諸天前人や人々から必ず礼拝されるであろうと説かれまして、この章は終わります。本章はとても感慨深いところが多くありました。私たちの人生は出会いと別れの連続、繰り返しですが、大切な教えは手放してしまわないようにしなければなと思わされる章でもありました。またいつも言うようですが、自分自身が他者にとっての全知識となれるように精進していかなければいけないなとも思っています。では次回は普賢菩薩観法本第28です。第28ということは次回が法華経の最終章になります。最終章になりますが、その次に法華経の結経である仏説観普賢菩薩行法経があります。
仏説観普賢菩薩行法経にしても長いお経になりますので、まだはっきりはしないのですが、あと数回をかけてお話をしていきたいと思います。では本日はこれまでです。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。